雑談ですじゃない方です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、何をしてたかな、かねてからずっと手つかずではなかったんですけども、ほったらかしていたって手つかずと変わらない、ちょこちょこ進めていたあるネタの制作をやっておりまして、これがなかなかどうも自分の中で腑に落ちないというかね、一回形にしてみないとどうにも進まないだろうなって感じなんで、形になるように進めております。最後のボケだけあと今日あと3時間ぐらいありゃできるかな、そんなかかんないか、1時間ありゃできるかって感じなんで、結構余裕持ってやってるというかね、早くやれって話なんですが、気持ちが乗らないことにはそれがね作品にも反映されるんだろうと思いつつという言い訳をしながら進めていなかったものを進めておったり、夜は水道橋博士さんのテレテレビジョンね、ニコ生と YouTube とで、生配信に行っておりますが、パソコンを新調してね、これがOBS の設定が配信のエンコーダーがハードウェア設定になってて、それで配信ができなくて気づかなくてね、それでどうやったなんかエラーが出ちゃってみたいなので、その配信の映像の設定のところソフトウェアエンコーダーにしたら配信できるようになんだそうね、M1 Mac になったんでちょっと変わってて、それからまたしても GoPro が途中で落ちちゃってね、あれ理由がわかんないですよ。で突然映んなくなっちゃってでしょうがないから、もう一個のQ2 っていうんで、Zoom っていうところの Q2 っていうちっちゃいカメラがあるんですけど、それにつなぎ直して2個持ってってるとこがいいでしょう。準備がいい。ただね、それもね USB が接触が悪くて、ずっと指で押さえてないと電源が落ちちゃって、それで何回も落ちてました。大変ご迷惑をおかけしましたが、来週からは多分大丈夫だろうと。もしそれでもダメならもう古いビデオカメラにつなぎ直します。諦めて。ただでかいからね嫌なんですよ。そんなことをしておりました。テレビジョン、昨日は吉江恒夫さんが来てね、後半は下ネタオンパレードで、昨日の昼間ラジオのナイツショーじゃないナイツのラジオのナイツショーか、それでもいいんじゃない？もうねラジオのナイツショーでやってたゲストに来てた今野ブルマさんとルシファー吉岡さんの、コンビが来て、チンコ謎かけやってて、で昨日のゲストが吉江恒夫さんだったんで、ぜひともね今野ブルマさんと吉江恒夫さんの対戦というかね、あれを見てみたいななんていう話を行きしな話してたんですけども、中身が非常に盛り上がりました。高須さんが用意してきてたいろんな話でね盛り上がって、吉江さんの出番はニコ生に入ってからがほとんどだったんですけど、ぜひ会員登録していただければ、今週末の和田彩香さんのイベントにね、まだ多分おそらく間に合うと思いますので、ぜひ会員登録して880円で和田彩香さんを間近で見られると、そんなねことありますかね。なんでぜひっていうのをやっておりました。で見ましたですわ。じゃない方の彼女の9話目、これね先週バーベキューであわやの連続だったんですが、先週ではでもこれ怪しまれてんじゃねえのか。誰でした？綾菜に気づかれてはいるなみたいな感じだったんですが、
レイさんとね、それから片桐さんはね、まあうすうす感づいてたんだろうとは思うんですけども、気づいてないような感じで事なきを得てたんですが、今回、まあその片桐さんと片桐先輩と、旅館でテストを作らなくちゃいけないっつって、まあ、こもってやったらいいからっつって片桐さんがその旅館に2人で行こうっつって行くんですが、まあ片桐さんはそこで密会ができるからっつってね、それで行くんですが、まあ最初に雅也さんはまあ素直にテストを作んなくちゃいけない、こもって作んなくちゃいけない、他の人に家族にもね、テストがバレちゃいけないからってんでこもって作りに行くんですが、ね、家を出るときは本当にそのつもりだったんですが、まあ、着いた早々片桐先輩がね逮捕されちゃうんですよ。逮捕されちゃうっていうのは、まあポリスの娘とねこういい仲になってるんで、そこで落ち合ってもう早々に消えてしまうと。でまあ雅也さんはこもってねこうテストを作ってるんですが、そこにねまた来るんですよ、玲子が。また来るというかね、連絡があって、いやどこそこの温泉にいるから今日は会えないよみたいなことを言ったら、もう次のあれでねもう来てるんですよね。都心から1時間だっつったから、まあ1時間後にはやってきてたんでしょう。でねどうですかというか、重たいと感じるのかけなげと感じるのかはそれぞれだとは思いますが、来ちゃったもんだからね、まあせっかくなんでってこともないけど、ちょこっと話をしているとでそのバーベキュー本当に楽しかったですかってちょっと不安になってるんですよね、レイコはレイコで。で、まあ楽しかったよ言いながら、好きな食べ物の話になってね、秋はサンマの塩焼き、冬はカキフライ、じゃあ春はっつって一緒に言おうとしてお互い別々のことを言っちゃうんですよね。レイコはカツオのたたきってマサヤは鷹の目の天ぷらって言うんですけど、全く違うものを言っちゃって、そういったこう細かいね齟齬でこうあれなんか気持ちが通じてないみたいな感じになっちゃって、こう飛び出しちゃうんですよね。で一生懸命探してる中こう雨に降られて、やっと見つけてというかで、また旅館に帰ってくるんですけども、もうお二人ずぶ濡れで浴衣に着替えてね、ハグなんかしちゃって、時点でやってなかったら嘘ですよ本当にね。現実世界で言ったらやらない人いるのかな、僕は思いながら見てるんですけど、あれね、この状況を怪しまれてでやってないって言ったらなんか損した気になるからやっとかなくちゃなとかそういう風に男の考えですからとか思いながら、でも実際やってないんですけど、でその部屋で行ってるとこうね訪ねてくる人がいるんですよ。奥さんであるレイさんがね、怖かったですね。マー君っていうこと。その前にあれですよ、レイコもマー君はつって呼んでたでしょ。あれがちょっと不倫になってんのよ。だから怖いね。マー君ってレイさんがマー君ってね訪ねてきて、それはなぜかっつったらヨガ教室やってる時に娘の沙織ちゃんがパパ夜お腹すくから差し入れ持ってったらって言うんですけど、これねきっとね沙織ちゃんもこの間のバーベキューでいい匂いのするお姉ちゃんに気づいていい匂いのするお姉ちゃんって言ってたんですけど、それがマサヤとの関係をちょっとなんか気づいてんじゃないのかなって感じがするんですよ。だから差し入れ持ってったらっつってお母さんにこうけしかけて、でお母さんはお母さんでこう差し入れを持ってくるんですけども、その時に今十分怪しんでるんでしょうけども、知りたくないことも実際目にしちゃうとっていうことだったとは思うんですけど、それ仕方なく来て、
でまあなかなか入れてくれなかったり、トイレで怪しい動きがあったりみたいなんで、まあじゃあ頑張ってって帰りしなに化粧水のなんていうんですか、使い捨ての袋を見つけるんですよ。でこれって決定的な証拠となるんですが、その前に僕は部屋に入った瞬間で、あれだけいい匂いのするお姉さんと振ってたんだから、匂いで気づかないものなのかなっていうのはちょっと僕はそこを、まあテレビね、画面から匂いは伝わってきませんけども、そこは演技、この匂いみたいな表情で、っていう描写があってもよかったのかな。僕はそこは使ってほしいなと思いながらね見ておりましたが、そんなこんなで、まあ来週いよいよ予告でね、もうレイさんの方からマークつってね、いつまで続けるのつって浮気って振られてるんで、来週これどうねバレてしまってどうなっていく、どういう言い訳をするのかっていうところですが、まあどうなっていくんですかね。まあでもね、中にねいろいろ名言は出てきましたよ。好きなんです、好きが止められなくて自分ではどうしようもないんです、ダメですか私つって玲子さんも言うんですけども、好き、そうだね、他のドラマでね真犯人フラグで二宮さんも同じようなこと言ってました。同じようなことというか、恋愛してる時だけドーパミンが出てバカになっちゃうとね、冷静な判断ができなくなるっていうんで、それはなぜかというと、賢くなりすぎちゃって、子育ての辛さとか知っちゃったもんだから、人間はで恋愛してる時だけドーパミンでバカになるようにできてて、それで子供を作るようになってるみたいな話がありましたけども、本当に恋愛、そうですね、恋にこれはね、僕がパッと思ったね、誰かが言ってた名言なのかなと思うんですけど、恋は溺れるもの、愛はね溢れるものってね、これ誰か言ってましたっけ？言ってなかったら俺が言ったってことにしときますけどもね、恋は本当に溺れるもので愛は溢れるんですっていうのをね、こういったドラマ誰が言ってんだっていう話ではありますが、見て思っておりました。もうそろそろあれじゃないですか、最終回も近いんで、このね2人の玲子と雅也さんの関係がどうなるのか、それからね、雅也さんの家族の方ですね、玲さんとの間はどうなっていくのか。なんか予告を見ると、これ玲子がまたね、綾菜のね、綾菜はガンガンに攻めてるんですけども、玲子にね、攻めてるんですけども、好きになっちゃったらしょうがないよねっつって認めてるんですが、その綾菜の彼氏がまた玲子に行っちゃってるみたいな、気持ちがいっちゃってるみたいな予告だったんで、これどうなっていくのか。これだったらね、ジェンダーレスですよ。だからもう雅也と綾菜の彼氏、誠くんがくっついちゃえばいいんじゃないですか。それが丸く収まるってそういう問題ではない。来週以降どうなっていくのか非常に楽しみだ。それからね、一人いい人がいるんでね、うまいことやってる片桐先輩も、これ何か罰が下るのか、それともうまくやりきるのか、楽しみなドラマじゃない方の彼女ね、見逃し配信ありますので、ぜひご覧になってくださいといったところですか。ダメだこれね、コントカツオのたたき、春で、春の食べ物といえばなんだろうな、わしはあれかな、たこ焼きじゃない、たけのこ、たけのこがいいですか。たこ焼きとたけのこ間違えるね。たけのこ好きですね。食感もいいんじゃないですか、なんてことを思って、確かにカツオのたたきかね、サンマ好きでしょ。冬はね、なんだろうな、鍋かな。春はやっぱたけのこかな。
夏はそうですね、ことを思って見ておりました。またチャンネル登録ともう少しでね、ほんと1000人に来るんで、なんで50人弱ぐらい、なんとかね、頑張って、どう頑張っていいのかわかんないですけど、やっておりますんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。あれにしようか。1000人いったらね、顔出しする。他の動画で顔出してるっつうの。はい、ありがとうございました。